最近のニュースで円安の話題を耳にすることが増えましたね。日米の金利差が拡大していることで、ドルを買う動きが優勢となっているようです。なぜこれほどまでに円安が進んでいるのでしょうか。皆さんも一度は疑問に感じたことがあるかもしれません。その理由を紐解いていきましょう。為替が動く背景には複雑な仕組みが存在しています。今回の動画ではそのメカニズムを分かりやすく解説していきますね。まずは現在の為替変動の仕組みから順番に見ていきましょう。日米それぞれの経済状況がどう影響しているのかを確認します。結論は日米の金利差が拡大していることが主な要因と言われています。まずは仕組みから順番に見ていくことをお約束しますね。金利差はまるで預け先の魅力の差のようなものです。米国では FRB による政策金利の動向や財政赤字への懸念から長期金利が高水準で推移しているとされています。次に日本の現状に目を向けてみましょう。日本銀行の金融緩和政策の調整により国内の金利は緩やかに上昇している状況にあります。それでは私たちの生活への影響を考えます。輸入品の価格上昇により食料品などの消費に影響が出る可能性があると言われています。続いて米国の金利を取り巻く状況を詳しく見ていきましょう。現在のアメリカではインフレの落ち着きを受け FRB が政策金利を段階的に引き下げていくフェーズに入ったとの見方が広がっています。これはまるで熱が下がり始めて薬の量を減らす段階のような状態です。インフレの鈍化が進むと金利を下げる動きが期待されるようになります。しかし一方で長期金利は高い水準で推移しています。背景には米国の財政赤字が拡大することへの懸念が存在していると言われています。長期金利の上昇はいわば将来への不安が反映された温度計のようなものです。財政状況への懸念が市場の金利を押し上げる要因となっています。こうした動きの背景には FRB による利上げ観測などが存在しています。市場では将来的にどのような政策が取られるか常に注目されています。次に米国国内の矛盾した動きに注目してください。インフレが鈍化する一方で高金利が維持されるという横反する状況が生まれています。これはアクセルとブレーキを同時に踏んでいる状態に似ています。インフレ抑制の動きと金利維持の力がせめぎ合っているのです。こうした複雑な状況は私たちの生活にも影響を与えます。為替の動きを通じて輸入品の価格などに波及する可能性があるとされています。次に日本の金融政策の動向に目を向けてみましょう。日本では現在金融緩和政策の調整が進んでいます。これにより金利が緩やかに上昇している状況です。この金利の変化はまるで潮の満ち引きのようにゆっくりと進んでいます。日本銀行による政策調整が背景にあると言われています。私たちの生活にも変化をもたらす兆しです。では、なぜ金利が重要なのでしょうか。通貨の世界にはより高い利回りを求めてお金が移動する仕組みがあります。まるでより良い条件の銀行へ預け替えるような動きです。金利差が大きいほどより高い利回りを求めて通貨が動くと言われています。これが円安ドル買いを後押しするメカニズムとなっています。為替相場に大きな影響を与える要因です。それでは私たちの生活への影響を考えてみましょう。輸入品の価格が上昇することで食料品などの消費に影響が出る可能性があります。日々の買い物に関わる重要な問題です。また貯蓄の価値が相対的に目減りするリスクも考えられています。物価の上昇に対して円の価値が下がることが要因とされています。家計管理においても無視できない点です。次に私たちが考えられる対策について見ていきます。家計においては物価高を見越した支出管理が重要だと言われています。日々の予算を意識することが大切です。資産の面では分散によるリスク回避も検討材料となります。専門家の間でも米国の財政状況が長期金利に与える影響を注視する声があります。多角的な視点が求められています。それではこうした為替の動きが私たちの生活にどう響くのかを見ていきましょう。輸入品の価格上昇はまるで蛇口から出る水の量が増えるように家計を圧迫する可能性があります。輸入コストの上昇は食料品などの消費に直接的な影響を与えると言われています。原材料費の高騰が店頭の価格へ反映される仕組みです。次に資産の面についても考えてみましょう。円安が進むと日本で蓄えた貯蓄の価値が相対的に目減りするリスクも指摘されています。これは同じ1万円でも買えるものが少なくなってしまう現象に似ています。購買力が低下することで将来的な資産形成への影響が懸念されています。それでは私たちが今できる対策についてお話しします。家計においては物価高を見越した支出管理が重要であるとされています。日々の予算を意識し無駄を省くことが大切です。総務省の統計などを見ても物価変動は生活に密接に関わっていることがわかります。次に資産の持ち方についても触れておきます。
リスクを避けるための対策案として資産分散という考え方が挙げられます。一つのものに偏らず幅広く持つことでリスクを回避する手法です。多角的な視点を持って将来に備えることが推奨されています。ここまで詳しく見てきましたが、現在の状況は非常に複雑です。世界的な経済の動きは私たちの生活に多角的な影響を与えています。特に注目すべきなのは米国の財政状況です。この動きが長期金利にどう影響するか、今後も注視していく必要がありそうです。米国ではインフレの鈍化と金利の高止まりという現象が起きています。この2つの力がせめぎ合う構造を理解することが大切です。今回のポイントを3つにまとめます。1つ目は日米の金利差による円安の進行です。2つ目は米国のインフレ鈍化と財政懸念についてです。そして3つ目は日本の金利が緩やかに上昇している点です。こうした要素が複雑に絡み合って今の市場を作っています。これからの動きを予測するのは容易ではありません。しかし全体の流れを知ることは大きな助けになるはずです。次回は物価高への具体的な防衛策についてお話しします。皆さんの生活に役立つ情報をお届けする予定です。最新の経済情報をいち早くキャッチするためにぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。